ね、私今ニューヨークを離れてオハイオ州にあるディナーシアターでキング&アイ王様と私のショーに出演しております。イエーイ。そのキャストの中に日本人でものすごくキャリアを持ったもうパーソナリティも私も大尊敬する人がいるので、ぜひその人に話を聞きたいということで今日は来てもらうことにしました。はい、ということで早速読んでみましょう。ゲストの方です。どうぞ。どうも、お招きありがとうございます。翼です。はい、小川翼さんです。どうも。はい、私も一緒に今キング&アイに出てるんですけれども、何の役をやってるんですか？キングのファーストワイフ、レイディー・ティアンの役をやっております。はい、ね、私はそのカバー、アンダースタディ、レイディー・ティアンのアンダースタディということで、セットなんですけれども。いや、本当に今日はありがとう。ありがとうございます。硬い感じじゃなくてカジュアルにいきましょう。翼ちゃんは日本のレ・ミゼラブルとかピーターパンに出演で、ミュージカルだけじゃなくて超有名大手の CM にまで出演してたという、もう頭が上がりませんねっていうもう本当にすごい人なんですけれども、でその後にアメリカに来て、その後はナショナルツアーを回ったりとか、ここで今はねキング&アイをしているっていう感じなんですけれども、はい、どうですかキング&アイ。舞ちゃんと楽しくやっております。ミュージカル、その女優活動を始めたきっかけって何でしょう？私が一番最初に見たミュージカルが、ミュージカルアニー日本ですね。で5歳で見て楽しんだんでしょうね。帰りの車の中でずっと「Tomorrow」を歌ってたんです。かわいい。で「出たいの？」って聞いたらしいんですよ。そしたら「うん」って言って、じゃあ公募あるから応募してみるって言って「うん」って言って、作文書かなきゃいけないんですけど、その作文が書けないから、じゃあ絵でごまかすかみたいな感じでね、作文用紙の 90% アニーとサンディ書いて送ったんです。かわいい。そしたらそうなんで、絵描いて、それで書類で選考で合格しまして、そこから先がね、これ宝くじみたいなオーディションが本当3万人ぐらい確かオーディションしたと思うんですけど、犬のモノマネをしたのが良かったらしくって特技は何ですかってやっぱ聞くじゃないですか。で私は多分床に降りてね、ワン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 みたいな感じでやったんです。演出家の方は犬大好きだったんで、それで印象づけたという話です。じゃあもう初めてのミュージカルが5歳で、そうです。しかもアニー。はい、すごい。そこから良かったですね。いや、ラッキー。すごい。ちなみに他にどんなミュージカル？そうですね、その後ピーターパンのマイケル、男役ですけど、フライング空飛べる役ですね。楽しかったですね。楽しそう。それをやって、あとその後にお芝居ですね。ミュージカルではなくてお芝居、進撃のお芝居をやって、それ戦後の話の古事記の話だったんですけど、その次にやったのが多分「レ・ミゼラブル」ですね。おお、それ何歳ぐらいの時？レ・ミゼラブルは多分7、8歳じゃないですかね。すごいね。7、8歳とか。私レ・ミゼっていう言葉すら知らなかった。普通知らないですね。そこでリトルエポニーヌ、リトルコゼット、両方。そうなんです。すごいな。大体やるとき3人子供がいまして、ガブロシやる子が2人で、3人だからその2つの役をずっとぐるぐる回してるんですね。昼と夜で変わったりとか、あともう日ごとに今日はリトルコゼット、明日はリトルエポニーヌっていう感じで、そうだからバイポラーみたいな感じ。今日はいじめ役、今日はいじめられ役みたいな。なんかもうすごい思い出に残ってることとかありますか？思い出に残ってること、ちょっと食いしん坊な話ですけど、お芝居やってた時に干し芋を食べるシーンがあったんです。干し芋を食べるシーンと、あとお砂糖を舐めるシーンと、あとスルメイカを食べるシーンがあって、舞台上で今考えると私は犬だったのかみたいな、餌あげとけばいいのかみたいなね。でそこから CM テレビの世界にも行ったっていう。はい、チラッと。チラッと。ちなみに
どんなことやってたか聞いていいですか？一番私の印象に残ってるのはバーモントカレーですね。バーモントカレー？バーモントカレー。いや、私多分見てたんじゃないかな。多分見てたと思いますよ。ジャニーズジュニアの子たちと、あとジャニーズジャニーズジュニアの子と、あと東山さんの時代のカレー、バーモントカレーですね。いろんな男優さんやられてますけど、でも今 YouTube で見つけたら、見つけようと思えば見つかります。すごい、ちょっとみんな検索してみよう。いくつかバージョンがあるので、すごい面白いです。私実際そのミュージカルの方とか、テーマパークとかしかやってきてなかったんですけど、テレビとミュージカルライブのステージなんか違いとか。私は個人的にライブが大好きなので、テレビってちょっとどうなんだろうな、作ってるっていう感じですよね。編集聞くし撮り直してるし、そうだね。これも全部編集かけてあとあっという間に終わっちゃうっていう印象があんまりこうね、映画とか1回ぐらいしかやったことないんで、長い時間をかけてやるとかリハーサルもないし、友達も作れないじゃないですか。子供のなんて頭だとこう一緒に共演者の人と仲良くなって友達作ってとかいうのも結構その活動の一部だったから、テレビとかコマーシャルだと1日2日で終わっちゃったりするとなんか開けなくて面白くないなっていう印象はありました、子供の時にね。じゃあそのミュージカルとかその芸能活動っていうのどれぐらいまで続けた？ちょうど辞めたのが多分10歳11歳。あ、もうスパッと辞めた。スパッと辞めましたね。それはまたなんで？やっぱ共演者の大人の方々に、学校に行ける時に学校行っときなと、いつでもまた女優さんやりたかったら、その時に戻ってくればいいじゃないと言われて、確かにそうだなって思って、子供ながらに説得されて、あ、じゃあ学校行く、結構素直な子だったんで、なんか誰かに言われると、あ、じゃあ学校行くわってなって、じゃあそのままもう中学高校そうですね、までもう本当に学校だけ。もう学校で踊ったりとかはダンスクラブに入ってましたね。でもダンスクラブに入ってて、基本高校は美術を専攻してたので。じゃあそこから今アメリカにいるわけですけど、はい、その学校で勉強しました。そこからどうしてアメリカに行こうって？来たのはもう高校を卒業してすぐです。はい、高校の1年生の時にアメリカ留学体験みたいなのをやって、アメリカのアートスクールはどんなもんだっていうダンスのクラス受けたりとか、そういうベーシックなことをちょっとやって、すごい高校で。そうで、それをやった時に、あ、これだってもうビビッともうそこで決めましたね。私はここに来たいと。で、もうずっと前に戻りますけど、5歳の時にその兄をやってた時に、兄のその団体でニューヨークに行ったんですよ。5歳でじゃあもう海外の舞台も経験したと？舞台というか、アトランタのサマーフェスティバルに招待されたんですよ、その兄のキャストが。それが一番最初の経験だったんで、やっぱりアメリカに行きたいっていうのは多分どっかにあったんでしょうね。でそれを思い出したのがちょうど高校1年生の時で、その時絵一生懸命描いてた時だったんですけど、高校2年ぐらいになって、待って、やっぱ美大に行くより英語喋りたいなって突然思って、英語を喋れるようになるにはどうしたらいいだろう、行った方が早いよなって思って、じゃあもう行くかっていうふうになって、親に美大じゃなくて留学したいと。もうじゃあ結構パッて決めたらもう突き進むタイプな感じがする。本当に好きだって分かってたらそうですね。あまり悩まないですね。でそこからアメリカの大学に行った。そうです。はい、大学は一番最初に行った大学はペンシルバニアのピッツバーグにあるチャタムカレッジっていう女子校だったんですけど、1年生終わった時に転校を決意してニューヨークのニュースクールに転校しました。そこもミュージカルを？そこはもう本当文系の学校なので、ニュースクールのそのユージン・ラングっていう学校に行ったんですけど、ダンス科っていうのは本当
新しかったんです。へえ。じゃあその大学でダンスを専攻した。ダンスを専攻しました。はい。モダンダンスですね。モダンダンス、でそこからまたミュージカルに戻ると。そうなんです。それがたまたま私また運が良かったんですけど。すごい運いいね。卒業前にマーサ・グラハムのゆり子さんってすごく有名な先生がいらっしゃるんですけども、で私はそのワークショップに参加して、その娘のスーザン菊池さんっていらっしゃるんですけど、スーザンさんが近眼大、また近眼大、また近眼大、近眼大のオーディションをしていると。でたまたま私たちのリハーサルを見に来ていて、で私にリハーサルの後にね、ミュージカル興味あるって聞かれたんですよ。で私はいや興味あるどころか、私はそれがやりたくてここにいるんですって思って、でいやぜひやりたいって言って、じゃあオーディションに来るって言って、その1週間後ぐらいにオーディションに行ったんですね。そしたらもう最終時点だったんで、最終コールだった。もうそんなに人いなかったんです。もうなんか7人、男の子女の子全部合わせて7人ぐらいしかいない状態で、まあ運よく合格してしまった。大学卒業する前に。そうなんです、そうなんです。ミュージカルが決まったと。そう決まって、しかもそれがアジアツアーだったんですよ。しかもそれがアジアツアー。どういうこと？どういうこと？ちょっとラッキーって。しかもオーディションをすっ飛ばして。すっ飛ばしましたね、完全に。ツアーから帰ってきた後は、まあ一番最初に取れた仕事がミス・サイゴンだったんですけど、まあ地方のミス・サイゴンでそこからまあ3回連続違うプロダクションのミス・サイゴンをやることになって、でその後ちょっと停滞期が続きました。やっぱりお金もないし、常にオーディションがいっぱいあるわけでもないし、それでまあミュージカルから一歩離れたんですね。でまあいろいろ小さいダンスカンパニー働いて、まあコンテンポラリーダンスカンパニーで踊ったりとか、あともうちょっとポップな感じのダンスカンパニーで踊ったりとか。私一つのことを頑張るってすごく美しいことだと思うんですけど、私は本当一つのことをやってて苦しむのが苦手なんですね。だから私はどっちかというといろんなことをやっていたいんです、常に。やっぱ好きなことは1個じゃないから、私普通にメイクアップをするのも好きだし、メイクアップの学校にもちょっと行って、メイクアップの学校にも、そうそれちょっとなんかそれを仕事にしたりもしてるんですね、時々。それもやったりとか、まあ、踊るのもそうですし、まあ、最近ヨガティーチャーになろうと思ってヨガティーチャートレーニングにも そうするとやっぱ一つのことにこうガーって集中してると、何か失敗するとやっぱそこしかないから、エネルギーの振りどころがない。でもなんか他にもたくさんあると、あ、じゃあもうこれ今ちょっとうまくいってないから、じゃあこっちちょっとやろうとかで、そういうメンタリティって時々すごく役に立つんです。例えば怪我した時とか、私この間膝を怪我しまして、でなんで怪我したかというと、私ローラースケートダンスをやるんですよ。練習でちょっとローラースケートしてたらちょっと転んでしまいまして、でそういう状態になったらダンサーとしてはもう本当もう終わったと命取りじゃないですか。でその時に私はじゃあ歌のレッスン行こうと、じゃあ今度はじゃあ歌を歌おうみたいな感じで歌の先生のところに行き始めたんですよ。めっちゃ切り替え早い。もう膝使えないからちょっととりあえず置いといて、そこでやっぱ苦しむよりもなんか他のことを考えた方がいいかなと思って、よっぽどねやっぱそんだけ気持ち入ってれば傷つきますよね、そういうことがあってね。けど逆に待って、じゃあこの時間を無駄にするんじゃなくて他のポジティブに他のものに使っていこうって。そうするとやっぱ最終的にじゃあ膝も治って、じゃあ歌も練習したしみたいな、そのおかげでこう矛先を変えることができたから、ある意味そういう時に感謝というか。でさらに2回目のナショナルツアー近眼大にも行ったんだよね。はい、そうです。近眼大尽くしです。それ全何公演ぐらいしたの？全部で180何回。180何回、すごいな。でそれが48シティ。48シティ、そうそうそう。日本とアメリカと両方経験したわけじゃない。そ
そのなんか違いとか、例えばオーディションの違い、まあ、子供だったんで今その大人のオーディションっていうのがどういうものなのか私は分からないですけど、日本の方がそういうオーガナイズされてる気がするんですよね。事務所から送られてオーディションに行って、そう一般公募ってあんまりなくないですか？ないって聞くん。やっぱり事務所に入ってないとオーディションは回ってこない。やっぱニューヨーク一般人にもチャンスはないわけではないじゃないですか。でもすごくその見ていただける時間っていうのが日本の時はもっとちゃんと見ていただけた気がするんですよね、一人一人。やっぱ子供だったのからなのかもしれないですけど、もっと時間を使ってくれた気がするんですけど、なんか8バーで終わるとかそういうの考えられなかった。もう10秒みたいなね、オーディション。なんかオーディションルームの雰囲気とかは、雰囲気ね、やっぱ日本とは比較できないですけど、アメリカはやっぱすごくこうインテンスですね。もう空気がみんななんかニコニコしてるけど絶対笑ってない心は笑ってない。やっぱ戦いって感じがしますよね。そのオーディションに行く時のなんか自分の中のポリシーとか。ポリシー、私はもう朝起きるのは苦手。朝起きてそこにたどり着くっていうのが私の一番ビッグなパートなんですよ、オーディションに行くって。行ったらよかったってまずそこで褒める。もうショーアップした時によかったって言って、でまあそこから先は我慢ですね。我慢、我慢何を我慢？その待たなきゃいけない時間とか待ち時間とか、まあポリシーというかね、あんまり人とこうガヤガヤ騒がないようにしようっていつも自分に言い聞かせてるんです。騒いじゃうタイプだからちゃんと集中しようって、集中しよう。でも集中すると今度緊張するじゃないですか。そうだから難しいね。難しい。それはね、永遠の悩み。やっぱり若い時に来てしまったから、日本での社会経験が全くないんですね。私の今のライフスタイルを日本でリクリエイトしようとしたら多分同じものにはならないと思うんですね。で昔は考えたんです。もし日本に帰らなきゃいけなくなったら何日本でしたいかなって思ったんですよ。全く違うことやろうかなって思いました。だからさっきもなんか切り替え早いですけどじゃあ例えば日本に帰らなきゃいけないってなったらもうミュージカルはスパッとやめる。スパッとやめて突然なんか全く違うことをやりだすかもしれないですね。まあでも今現在日本に帰ろうっていう気持ちは、帰ったら途方に暮れますね、きっと。途方に暮れますね。これから先のビジョンとかありますか？これはここ2年ぐらいで思い始めたことなんですけれども、やってて苦しいこととか、やりたくないけどやらなきゃいけないことってあるけど、やっぱ半分諦めていいやっていうなるかもしれないんだけど、逆にそこの嫌な部分に突っ込んでいこうって思ったんです。例えば歌もそうなんですけど、私もともと歌を歌うっていう体の人ではないので体の人ではない、踊りと思って生きてきたので、歌を歌うの大嫌いなんです。オーディションで。そうなの？歌うの大嫌いなんです。でカラオケとかいいんですよ。そのビールのイヤーがじゃあギャーって歌うのは大好きなんですけど、人が見ててジャッジされてるところで歌うのはもう本当に嫌いなので、そのアンカンフォルゾーンにあえて突っ込んでってそれをどんどん解消していこうっていうのが私のモットーなんです、最近の。かっこいい。多分もうその教える歌うそれ以外にも私のできないことっていっぱいあって、避けて生きてるところがいっぱいあるんだけど、もうこうなったらもう一個一個しらみつぶしに全部解消していこうと思って、嫌だと思うことを無理やりやってますけど。そこが乗り越えられなくて、やっぱり地団打踏んでる人がいっぱいいると思うんだよね。結局、すごいいいエクスプレッションだなと思うんだけど、 You got nothing to lose ってすごくその通りだと思うんです。もうやってどう思われるかって本当関係ないと思うんですね。多分その
恐れている理由の一つって周りの人にどう思われるからとか、自分が傷つくからとか、結局そんなの関係ないって思う時がパッてくるんですよ。やっちゃえばいいじゃん、別に何も死ぬわけじゃないんだし。確かにね、結局考えてるのって自分の起こってないことを考えてるわけですよ。自分の妄想で考えてるそのネガティビティをそれにエネルギーを使ってるんだったら、じゃあそれをもう取っ払ってやったら本当に 100% でできるのに、そういう不安とか恐怖とかをいちいち考えてるからうまくいかない。なんかこう結局自分が作り出しちゃってるっていう。そう一歩踏み出せないで悩んでるのも自分だし、結局行ったところで誰もそこまで自分のこと見てねえよっていう。それもそう。なんか自分はね、自分の世界に生きてるからね、ああこうもあるこうもある。いやいや、みんな同じ自分のことで忙しいからそんなにあなたのこと見てないよっていう。ね、確かに、自分が思ってる分相手も同じことを思ってるんだよ。そう。ああ、それすごい。あなたは一人じゃない。あなたは一人じゃない。みんな同じこと考えてるんだ。とりあえずやってみろ、っていうことですね。はい、ということで、じゃあ最後の質問。もうこれからミュージカル女優になりたいとかアメリカに行きたいっていう人に向けてメッセージをお願いします。これから自分の夢を叶えたいとか世界に出たいっていう人たちにメッセージをお願いします。自分が叶えたいものを頭でイメージできたら、それは叶います。何かやる前に自分で想像してみてください。こうなるかもしれない、こうしてこうしてこうしてこうやって頑張ったら多分こうなるかもしれない。なります。イメージしたものはイメージしたら叶います。叶います。朝起きた時とか寝る時とかポジティブな想像をして妄想してニヒって笑えるぐらい、ニヒって笑って、そういうモーメントをね作ってね。ああ、いいね。それが叶うように、仕向けていくというかね。わかりました。ということでイメージしたらみんな叶うよ。叶うよ。イメージしてはい、ということで小川翼ちゃんにインタビューさせてもらいました。本当に貴重な話をありがとうございました。いや、本当に私たちハローニューヨークのみんなからは聞けないような話が聞けたと思うので、でも本当にためになりました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、ということでこのチャンネルがためになったなという方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではキング&アイラストまで頑張りましょう。 See you next time! Bye! One short day